れから以前インスタグラムとあと YouTube のコミュニティ欄の方でも募集させていただいたご質問たちに答えていこうと思います。結構時間が経ってしまったのでご質問していただいてきっともう忘れちゃったよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、去年も年始に Q&A をさせていただいたので今年も Q&A を、できれば年末に間に合えばもしかしたら2026年の年始に投稿できればな、アップロードできればなと思っております。で今回はね、できる限り時間内でたくさんの質問に答えていければなと思うんですけれども、まずはやっぱり一番質問の多かったフィンランドにお引っ越しされることを決められた経緯を詳しく知りたいです。フィンランド行きを決意したきっかけや思いを聞いてみたいですということで、どうしてフィンランドに行ったんですかっていうご質問を一番多くいただいているので、それについてお話ししていければなと思います。言葉にするのがすごく難しいんですけど、あえて言葉にするとしたら、私は以前から日本を出て海外で生活してみたいっていう思いがもうずっと前からあって、大学生時代でも留学をしようと準備をしていたんですけど、ちょうどその自分の進路の関係とかで留学は結局諦めたっていう経験があって、そこからずっと仕事に集中してやってきて、で今30歳についこの間なったんですけど、ワーキングホリデーの期限が大体新生児30歳であることっていうのがほとんどだと思うんですけど、そのラストチャンスっていうことと自分の中でも結構仕事の区切りがついた年だったなって思っているので、よし、じゃあこれを機にずっと行きたかった海外での生活をしてみようということでワーホリをまず決意しました。そしてなんでフィンランドにしたかっていうと、いろいろワーホリの人気な国カナダとかオーストラリアとかも考えたんですけど、やっぱりその時もすでに YouTube をやっていたので YouTube を続けていく中で、いつもこれまでも河原を見てくださってる人たちがなるべく違和感なくこのまま深呼吸できる場として遊びに来てくれたら嬉しいなと思っていたし、さらに見ていて楽しいなとかワクワクっていう気持ちになってくださったら嬉しいなと思うので、やっぱり北欧での暮らしだったりフィンランドっていうところに興味がある方が私の見てくださってる方では多いので、興味を持ったっていうのがきっかけで、私自身もやっぱりコロナ禍があった時に芸術とかインテリアとかそういう美しいものとかが不要不急ってされる時期だったなと思うんですけど、その時に結構それを違和感に感じていて、私はそういう芸術とかアートとかインテリアのとか暮らしのものたちって必要不可欠なものだし、心の栄養でなくてはならないもの、なくては正気じゃいられないものだと思っているんですね。店長さん、北欧暮らしの道具店の店長佐藤さんとそのお兄さん代表の青木さんの言葉を借りるとしたら、それがないと正気じゃいられなかったっていうようなことをお話しされてたかなと思うんですけど、本当にそうだなと思って、そういうものに自分の生活だったりが支えられていた、心がそれに生かされてきた感覚が私はあるので、北欧って本当に暗いんですね今フィンランドで暮らしていてそれを毎日実感するんですけど、ほぼ毎日空が雲で覆われていて、しかもそれはただの雲じゃないんです。分厚くて太陽の光を本当に通さない、なんて言うんでしょう、言うなればハリー・ポッター見ていた方はわかるかなと思うんですけど、魂を吸い取るディメンターが出てくる前の真っ暗な分厚い雲に覆われた薄暗いどんよりとした曇り、不気味な曇りがあると思うんですけど、あれがほぼ毎日なんですね。で太陽が見える時なんて本当に稀で、もう出たら太陽だ、浴びに行かなきゃって思うくらいの暗さ
でして、そりゃうつ大国っていう言葉もよく聞くかなと思うんですけど、本当にこれが毎年続くとなったらうつになる方もきっと多いだろうなと思うぐらい暗い日々なんですけど、その中でもやっぱり皆さん部屋にろうそくの明かりを灯したり、インテリアで心を明るく生活を支えたり、そういう暮らしとか生活日々の中にインテリアとかアートが必要不可欠なものとして溶け込んでる国々だなって私は思っていて、だからこそデザインとかインテリアが発展してきているのかなって感じていたので、そういう国で私も実際にその生活に自分も身を置いてみたいって思ったのがきっかけです。でもこれはあえて言葉にした時に出てくるものであって、無理にこう引き出そうとしないんだったら、自然体でいるんだったら、なんとなく生きたかったからですなんか理由って本当にきっかけとなる理由なんて大層なものはいらないなって私は思っていて、ただ行ってみたかったから、ただやってみたかったから、ただ見てみたかったから、それだけでいいんじゃないかなって。理由って後でついてくるものだと思いますし、こっちに来て私が一番しっくりきたここにいる理由って、こっちで出会った友達に言われたことなんですけど、きっと今ここにいるのには何か理由があると思うよって言ってくれた友達がいて、なんかそれを言われた時に本当にしっくりきて、今その理由は分からなくてよくって、前も Vlog の最後にちょっとお話ししたことが、ナレーションで言葉を残したことがあるかなと思うんですけど、今辿ってる時は何がゴールかなんて見えないかもしれないけど、ただ本当にがむしゃらに野望をかき分けて進む日々かもしれないけど、ふと立ち止まって自分の辿ってきた後を見返した時に、獣道のように辿ってきた道が自分の道になるなって私は最近本当にそれを感じていて、なのできっとここに来た理由っていつかわかるんじゃないかなって思ってます。でも今フィンランドね、6ヶ月目にして振り返った時に、やっぱり私がここに惹かれた理由っていうのがあるなと思っていて、まだ6ヶ月目ですけど、東京っていう刺激的でものすごいエネルギーにあふれた街で毎日生活する中で、やっぱり自分もどこかちょっと自転車操業的になっていたなというか、いろんな情報、いろんな刺激、いろんな出来事がたくさんもらえる街だなと思うんですけど、そういうものを消化しきれずに、それでもまだ前に進み続けるっていう状態だったなって今思うと、あの時の自分を振り返ると思っていて、フィンランドって、いろんな意味で物が少ないんですね。情報だったり物だったり、人もそうですけど、日本に比べてすごく少ない国だなって思っていて、だからこそ生まれる余白だったりがたくさんあるなとも今だったら思えるようになりました。来た当初はやっぱり東京で過ごしていた体と心だったので、何もないここには実は Amazon もないんですね。もちろん100円ショップもないし、日本でできていた当たり前のこと、例えば明日物が欲しいと思ったらそのものを Amazon でポチれば届くとか、100円ショップ行けば手に入れられる、あそこのカフェに行きたいと思ったら、こういうものが食べたいと思ったらすぐその場所に行って買うこと、手に入れることができる、こういうイベントを見たいと思ったら数ある選択肢の中から選ぶことができる。フィンランドにはそれがないんです。やっぱり何をするにも、言ってしまえば不便なことが多い。でもだからこそ諦めたり、じゃあこうしてみようかなって違うものにで工夫して変えてみたり、自分の手で作ってみたり、自分がいろんな情報とか刺激を受けた時にどういうことだったんだろうって消化するための時間なのかなって今は思っています。
あとはやっぱり私自身すごく好奇心が旺盛で、自分がずっと育ってきた場所ではないところで生活してみたい、いろんな景色を見てみたい、いろんな考えに触れてみたい。それはただ情報として考えとして知るんじゃなくて、自分でその場所に行って匂いを嗅いで手触りを確かめて体験してみたい、そして自分の中に取り入れていきたいなっていうのがあったので、こういう決断をしたのかなと思っています。今言葉にするとしたらこんな感じですかね。難しいな。次、今食べたい日本食は何ですか？今食べたい日本食は日本食すべて食べたいんですけど、なんだろうな。本当に日本食が和食が一番だなとここに来て感じていて、寿司がねたくさんあるんですよ。日本のような寿司ではない、カリフォルニアロールだったり、そういう海外風にアレンジしたものが多いんですけど、それでも寿司がすごい流行していて、割と食べられる。サーモンはやっぱり美味しいので、そこは寿司欲が満たされてるかな。でもイクラとかはないので、イクラ食べたいな。うどん食べたい。お蕎麦食べたい。お蕎麦食べたいです。今ちょっと考えすぎると大変なことになるので抑えてこれぐらいにしておきます。たくさん優しいコメントもありがとうございます。嬉しいです。フィンランドの友人はどうやって作られたのですかっていう、友人の作り方とかお友達はどうやって作りましたかっていうご質問も結構いただいてたんですけど、私は一番最初に来た時は、まずコミュニティに行きましたね。一人じゃ何もできないし、情報収集が一番だと思ってたので、きっといろんな国にもあると思うんですけど、各国にあると思うんですけど、ジャパニーズランゲージコミュニティみたいな感じで言語交流会みたいなのを、オーディ、ヘルシンキ中央図書館で開催されていたので、そこにとりあえずまずは足を運んで、日本人の方だったり日本語に興味があるフィンランド人の方とお話ししたりしました。あとはハロートークっていう言語学習アプリがあるかなと思うんですけど、それを使ってフィンランドに住んでる日本語を学びたい人とメッセージのやり取りをして、結構出会い系として使ってる人もいるらしいので、そこの見極めは自分で必要かなと思うんですけど、大丈夫そうかなって、大丈夫だなと思った人と実際に会ってみて、この人友達になれそうって思ったら、その後も一緒に遊んだり、その子がまた新しい友達を紹介してくれたりってどんどん輪が広がっていくので、そういうコミュニティを見つけてまずは行ってみる。そしたらどんどん輪が広がっていったっていう感じですね。あとは移住して一番良かったなと思うことは何ですかとか、フィンランドに暮らしてマインドで一番変化したことはありますかってあるんですけど、これは最初もお話ししたように、やっぱり幸せって思う域地が、ラインがいい意味で下がったなと思っていて、ちょっとのことで事足りるように満足感を得られるようになったなっていうのは最近すごく感じていますね。やっぱり太陽が出てくれるだけで、太陽の日差しが雲の隙間から見えるだけで、太陽だって本当に心から明るい気持ちになれたりとか、ルームメイトが作ってる日本食の親子丼の香りを嗅いだだけで、うわー日本の香りだって嬉しくなったり、そういう五感の喜びに敏感になれたかなって思っています。それがきっとフィンランドが幸せ、世界一幸福って言われるゆえんともちょっと近いんじゃないかなと思うんですけど、いい意味でそういう基準が、幸せのハードルが低いなとは感じていますね。あとは結構最近ですけど、諦めるっていうことがちょっとずつ、諦めるというか期待しないっていうことが、本当に東京にいる時は私にとっては難しくて、期待しないことが大切っていろんなところでね、特に人間関係で言われてるかなと思うんですけど、やっぱり期待しちゃうし、自分の仕事とかやってることに対しても期待
ばっかしてたなって今思うんですけど、生活とか仕事とか。でもフィンランドに来て期待しないっていうこと、諦めるっていうことが少しずつ30歳になってやっとようやくちょっとこう片鱗をつかめたような感じがしているのがとっても嬉しいです。あとは食べ物のおすすめ、スーパーで買える一番安いお菓子はおいくらですかとか、物価についてご質問くださってる方もいらっしゃるんですが、物価は高いです。北欧諸国は本当に高いです。だいたい全てかける2倍、円安も相まってですけど倍と考えていただければなと思います。じゃがいも、人参、玉ねぎは安く手に入るんですけど、あとお米もね、品質とか全然気にしなければ割と安く手に入るんですけど、とにかく物価高いですね。気軽に外食とかできないです。だいたい13から7ユーロぐらいするので、3000円ぐらいいっちゃいますね、外食ランチしようと思っても。でカフェとか行っても、5ユーロぐらいコーヒーとかするのだいたい1000円1杯だけで。フィンランドの人たちもほとんどあんまりカフェとかに行く文化がやっぱりないみたいですね。で外食するのも何かのお祝いとかそういうことが多いでは聞きます。なので私もほとんど自炊が多いんですけど、そんな物価です。一番安いお菓子は何だろう。だいたい1ユーロぐらいで買えるなんかちっちゃいグミとかはありますけど、もしハリボー1袋買うと2ユーロぐらいするんじゃないかな、400円とか。あとなんだろう、1.4 ユーロ 1. いくらかユーロで買えるポテチが安い方ですね。なので300円ぐらいのポテチで安い方って思うとイメージしやすいかな。だいたいかける2です、全て日本の。はいです。あと皆さん気になられてることかなと思うんですけど、差別は、私は最初フィンランドに来た時住んでいたエリアがちょっとなんていうの、移民の方が、私も移民ですけど移民の方の多いエリアで若干治安がそんなにいいところではなくって、なのでその純粋なフィンランド人というよりかは移民の方からそういう差別的な言葉をポーンって投げられたりっていうことはありました。でも普通に暮らしていてフィンランドの方とお話をしていて差別的だなと思うことは一度もなかったですね。今までワーカウェイでフィンランドの田舎の方に滞在したり、ロバニエミの方に北の方に行ったりしてもフィンランドの方と接する中でそういうことは一回も感じなかったですね。むしろフィンランドの人たちは本当に優しい方が多くて、イメージ日本の田舎の方を東北地方とかイメージしてくださるといいかなと思うんですけど、レジとかでいつも笑顔で対応してくれることが多いんですね。それも優しい笑顔で Have a nice day って最後つけてくれたりとか、ありがとうって言ってくれたり、目を見て俺を笑顔で言ってくれるっていうことが多かったりして、本当になんか人間と人間のやり取りが優しく行われてる国だなっていうのはもう入国審査のとこから感じました。入国審査のお兄さんが本当今までの入国審査ってやっぱ厳しい、淡々とした厳しめのやり取りがもちろん業務上の問題もあって多いかなと思うんですけど、その人もすごい優しくて、これはいい国に来たんだなって入国審査で思ったのを覚えていて、その印象は差別の問題があってからも今でも変わってないですね。で住みにくいって思ったことは一回もないです。やっぱり海外、日本以外の海外の国の中でもダントツで高い物価を除けば水も美味しいし、蛇口でそのまま美味しい水が飲めて、人も優しいし、何か困ったらみんな一生懸命助けてくれるし、とても住みやすい国だなとは思っています。ただやっぱり差別の今回の問題は私もとっても悲しかったし、純粋に驚きましたし、これをきっかけにみんなが
それについて考える機会になってくれればなと、いい方向に動くためのきっかけになればいいなと思います。それは何かひどい言葉をお互いに投げつけていがみ合うとかではなくて、こういうことが今まであるものがふっと潜在的に今までもあったものが表面化しただけだなって私は思っているので、それについていい方向に進むきっかけになったらいいなとは思っています。ただあれのせいで何か私が今まで出会ってきたフィンランド人の人たちの印象が変わるとか、フィンランド人の人たちとの思い出が損なわれるとか、そういうことはもう一切ないですね。日本もフィンランドも大好きなので、いい方向に変わってくれればいいなと思っています。あとはお仕事、生活費、収入面などどうされてるのですか？そちらで仕事はされてるのですか？生活費とかどうされてるのですか？とか、お仕事について、あと収入源について聞いてくださった方も結構いらっしゃるんですけど、私は日本から続けているフリーランスのお仕事と、あと足りない時は、やっぱり北欧っていう物価の高い国に1年暮らすので、十分な貯金はしていました。それが自分のメンタルを、こちらで暮らす時のメンタルを支えてくれると思っていたので、そこは十分にしていきました。あとは最近なんですけど、レストランでの仕事を始めました。それですかね。やっぱりユーロがとっても高いので円が安いので、できれば、もう一つ収入源、ユーロで稼げる収入源が欲しいなっていうのと、でもただ一番はフィンランドで働いてみたいっていうのが、実際にやっぱ働くってすごく大切なことだなって、その土地で生活していく中ですごく重要なことだなって、社会の一部になる感覚が私はあるので、働いてみたいとはずっと思ってたんですけど、最近やっと重い腰を上げてレストランで働き始めました。頑張って続けていければなと思うんですけど、とっても楽しいです。ありがたい。あとは語学についても聞いてくださってる方が多かったかな。英語はずっと勉強されていたんですか？発音がとてもお上手だなと。全然上手じゃないです。友達に違うってずっと言われて、 L と R が違うって言われながら、そう聞こえるだけで全然合ってないんですけど、英語も全然です。もっとね頑張りたいんですけど、フィンランド人の人たちは英語が皆さん本当にお上手なんですね。ペラペラ、もうネイティブの人たちとももちろんお話できるレベルで、皆さん大体のフィンランド人の方々は英語を話せます。友達になんでこんなにフィンランド人の人たち英語喋れるのって、どうやって教育受けてきたのって聞いたら、教育は多分日本と同じだと思うって。ただ出回ってるコンテンツとか映画とかテレビの放映されてるものとかで国内のものが少ないらしいんですね。なので面白いものを見たい、より多くのことを知りたいってなった時に、英語のコンテンツとか英語のものでやっぱり取り入れるしかないから、使う頻度が多いんじゃないかなって言ってて、やっぱり使っていくことが大事だってその人も言ってたんですけど、私もなるべく使っていきたいなと思うんですけど、その英語を学ぶ学校とかが、フィンランド人の人たち当たり前にできるのでなくって、今はなんとネイティブキャンプでせっかくフィンランドにいるんですけど、ネイティブキャンプで時間のある時に授業をして英語を学んで、外に出た時に使うっていうような感じで、日々本当に亀の歩みですが、のろのろと頑張っております。行く前にフィンランド語やスウェーデン語をどれぐらいの期間勉強されましたか？もともと学ばれていたのですか？っていうご質問をいただいたんですけど、全然フィンランド語本当に難しい言語って言われてるかなと思うんですけど、本当にモーイとキートスぐらいしか知らなかったです。で今も
そんなに知らないんですけど、まずは英語をやってからいつかフィンランド語をしっかり学べればなと思ったんですけど、ちょっとそこまで到達できなさそうだなと思うので、ひとまず英語を頑張っていきたいなと思っています。一人ホテルが怖くて一人旅行に踏み出せないのですが、日帰りで行けるプチ旅行先おすすめがあれば。一人ホテルが怖い理由にもよるかなと思うんですけど、なんだろう、防犯面とかですかね。あとお化けとかお化けわかんない。私はそういう霊感とかが一切ないタイプなので、怖さはあまり感じたことがないんですけど、安全で日帰りで行けるプチ旅行先、どこからだろう。海外じゃなくて日本国内ってことですよね。どこからにもよるかなと思うんですけど、もし東京にお住まいの方だったら、私は以前動画にもした湯河原宗湯っていうリトリートの施設、1日温泉も入れて、すごく素敵な選書の本も読めて、ご飯も美味しいご飯も食べれてっていう施設があるんですけど、温泉施設が、そこがとても良かったのでおすすめです。あと山とか行きたかったら高尾山とか私大好きで何回も登ってましたね。あそこは本当にモノレールで行くこともできるし、リフトも選べるし、歩きたかったらしっかり山を歩くこともできるし、近くに綺麗な山の木の実とか動物とか昆虫とかそういうのが集まったおしゃれで可愛い美術館もあったり、カフェもあったり、お蕎麦もあったりするので、なんだろう、山のエンタメとして楽しい場所だなと私は思っています。温泉もありますしね、汗を流してビールを飲んでそのまま電車で帰るっていうのはいいんじゃないかなと思います。好きな日本のテレビドラマがあったら教えてほしいです。もう皆さん私の動画が好きで見てくださってる方は見てるかなと思うんですが、日本のテレビドラマ平休み、最近もうハマって一気に見ました。ちょうどいいんですよね。15分くらいで優しくて可愛くてほっこりする気持ちになれて、なんだかたまにぐっと涙もにじむような、そんな平休み。もうその関連でいくと、私深夜食堂も大好きですね。もうご飯を食べる時にちょうどいいドラマがすごく最近は好きで、僕の姉ちゃんも好きですし、あとちょっとこれはほっこりというか結構グッとくる私の好きなドラマはカルテットっていうドラマもすごく好きですし、脚本が坂本雄二さんですね。松たか子さん、満島ひかりさん、松田龍平さん、高橋一生さん、この4人で音楽をやりながら軽井沢の別荘に一緒に暮らしていく、その中で起きる、恋愛だったりとか人間模様だったり、そのカルテットもすごく好きですし、もっとこう熱くグッとなりたいっていう時は、何かにこう燃えていた時は若者たちっていうドラマがあるんですけど、もともと1966年の名作青春ドラマがあるんですけど、それをリメイクした2014年にリメイクされたドラマも、これは本当にかっこいい熱くなるドラマで大好きです。満島ひかりさんが俳優さんで、私はとっても大好きなので、若者たちはカルテットにも出てるし、あとそれでも生きてゆくとかブーマンも大好きですね。ちーちゃんとは連絡取ってますか？もちろん取ってます。ちーちゃんと今度イタリアで、あと数日後だ、嬉しい、イタリア旅行で落ち合うので、その時の動画ぜひ楽しみにしていてください。ちーちゃんは私の妹です。8つ下の、東京時代の Vlog とかに結構出てくれていた妹ですね。あとは今年見たアニメや映画のお気に入りの作品はありますか？チェンソーマンレゼ編はフィンキノっていうフィンランドの映画館で見ましたが、素晴らしかったですね。あとフィンランドに来て魔女の宅急便、こっちだとジブリの作品が全部ネットフリックスで見れるので、改めて魔女の宅急便を見たんですけど、本当に素晴らしい
映画だなと作品だなと思いました。全部詰まってる。登場人物が言ってくれる言葉が全部こう心の深いところまで刺さってくるような。ぬいぐるみを落としちゃって出会った絵描きのお姉さんと一緒にこう夜寝る前に電気を消す前にぽつりぽつりと2人で話してた時に、その時のウルスラの言葉が危機くらいの時に絵描きになろうって決めたと。で絵が描くのが楽しくて寝るのが惜しいくらいだった。それがある日全然描けなくなっちゃった。描いても描いても気に入らなくって、でその時にそれまでの絵が誰かの真似だって分かった。どこかで見たことがあるってね、自分の絵を描かなきゃっていうような言葉があって、それもすごいその時っていうか今こうしてここに来ている自分の胸に深く届いた言葉ですね。この言葉と出会うためにきっとここに来たっていうのもあるのかなって、これを見返してもう一度聞いた時に思ったくらいでした。あとね、おすすめ、Netflix 入ってる方だけになっちゃうかもしれないんですけど、Netflix の One Day っていうドラマがありまして、それとっても素敵でした。私好きな Netflix のドラマ、いつもリミテッドなんですけど、とっておきのおすすめ3つ、メイドの手帳、アドレセンス、ワンデイ、この3つが今のネットフリックスの私のおすすめドラマです。メイドの手帳はお母さんのお話ですかね。ちょっとさっきご紹介したウーマンとつながるところもあるかな。一人親で子供を育てる女性のお話、アドレセンスは少年犯罪のお話。もうむちゃくちゃしびれる。ワンカットで撮ってるんですよね、全部各話。制作陣の熱い思いまでこちらに伝わってくるような、でもヒリヒリとするような内容で、とってもおすすめです。ワンデイはもともと小説かなが映画化して、それをドラマ化ネットフリックスでしたものなんですけど、7月15日このワンデーを20年間毎年7月15日の1日を切り取りながらこう描いていくっていうラブストーリーになるかなと思うんですけど、やっぱネットフリックスっていうことでおしゃれだなって思う見せ方だったりとか、グッとくる見せ方がたくさんあって、あっという間に20年間の7月15日を追ってしまいました。ぜひ気になる方はチェックしてみてください。あとはコミュニティ欄でいただいた方も、音楽について以前ビアリーストックスの音楽を聴かれていて、私も好きなのですごく嬉しかったのを覚えているのですが、好みの音楽にはどうやって出会われていますか？どうやって出会ってるんだろう難しいな。でも一個好みの音楽を聴いてたらおすすめでどんどんつながっていくかなと思ってますね。普段 Amazon Music を使ってるんですけど、それでステーションとかで自分の好きな音楽から派生してバーッと聴いて、気になるアーティストさんを見つけたらその方のアルバムを聴いてみるっていう風にしています。あとは嬉しいコメントばっかりだ。ありがとうございます。こんにちは、楽しみに見ています。私もお香やアロマ大好きです。日本に帰ってきたら何がしたいですか？日本に帰ってきたらしたいことばかり考えてるんですけど、でも福島に帰りたいっていうのもあるし、自分のお部屋作りをまた一から積み上げていけるので、眺めのいい部屋を探して、そのお部屋を自分のお城をまた一から作り上げていきたいなっていうことに今はすごくワクワクしています。そのお部屋に私は今までレコードを買ったことがないんですけど、レコードをちょっと始めてみようかなと思ったり、そういう新しい生活のやってみたいっていうことを今集めてときめいております。
河原さんは初対面の人ともすぐに仲良くなれるタイプですか？時間をかけて距離を深めるタイプですか？初対面の人ともすぐに仲良くなれるタイプですか？仲良くなるって言葉の定義にもよるかなと思うんですけど、私はそんなに人と出会うことに緊張はしないんですけど、その後も長く付き合ったりとか、あと自分の大切なことを話す友人っていうのはものすごく限られてるなって私は思います。心の内を誰にでも明けっ広げに話せるようなタイプではないので、時間をかけて距離を深めてるのかな。でも人によっては結構すごい短い時間でもこの人は合いそうとか、相手の感覚も合ってる、そう思ってくれてるなと思ったらすごい速度で仲良くなったりとかもするので、時間はあんまり関係ないかな。でもやっぱり数は少ないなとは思いますね。いやー、コメント、嬉しいコメントばっかりだ。本当にいつもありがとうございます。次に、住んでみたい場所はありますか？住んでみたい場所、でもやっぱり今すごく寒い暗い国にいるので、次は暑い国に行ってみたいなとは思います。でも住みたいっていうよりも旅でちょっと1ヶ月とか過ごしてみたいなっていうところは東南アジアとかですかね。やっぱり暑さは恋しいなって思うことがあります。あとはオーストラリアとかニュージーランドも行ってみたいななんて思っております。たくさんご質問だったり、あとはあったかいメッセージもありがとうございます。今年も1年河原に遊びに来てくださり本当にありがとうございました。東京の生活から見てくださっている方も、フィンランドに来てからの動画で出会ってくださった方も、今年1年私の動画を見つけてくださって、そして遊びに来てくださって言葉をね残してくださった方もいらっしゃって、本当に皆様の足跡に救われた1年間でした。2026年も皆さんがいつでも来たいなって思った時にふらりと来て深呼吸できるような、でたまにワクワクっとする気持ちの導火線にチリッと火がつくような、そんな動画作りを続けていけたらいいなと思っているので、また2026年もどうぞよろしくお願いします。きっと日本もとっても寒くなってきているかなと思いますので、暖かくして良き年末年始の日々をお過ごしください。Colors fade, but I'm thinking we stay just for a little while. Let's lose track.